感動できる音楽を聴いてもらいたいというのが目的なんで、そういうような楽譜が、これ50年のやっぱり歳月をかけてちょっとずつ進んでるなということで。広大な平野が広がってるっすもんね。それでここってあれですか、お米ってことですか？そうです。米もうすぐ水張って田植えが始まると思うんですけど、俺はもう生まれて方々75年頃。長谷川康江75歳です。今日は一日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。この商品ですね。ここにいっぱいあるのはもう自社の全部長谷川さんの。そうです。はい。今日作っていただくスピーカーで1個いくらぐらいするんですか17、8万じゃなかったかな。これは主にどういった用途で使うスピーカーになるんですか？趣味で音楽聴く人のホームスピーカーということになりますね。RR10 の加工の一番最初なんですけど、材料の切り出しから始めます。この後 NC ルーターという機械で仕上げをする前の切り出す工程になります。高平さんは息子さんになるんですか？そうですね、はい。おいくつなんですかね37です。単純な作業なんですけど、これ一回鍵盤から切り離して後で加工するって感じ。これで大体何個分のスピーカーができる？これで3セット分、その1枚の板から大体1セット分くらいですね。1組ですね。ちょっと足りないくらい。スピーカーの木型になってまして、こっちは基本うちのオリジナルのタイプのスピーカーになります。これって自社でこう作られたものになるんですか？そうですね、木型も自社で作るプログラムからこう書いて、これが一番大きい T タイプっていうキットのサイズで高さ90センチなんですけど、これが一番うちで大きいやつで、これが一番うちで小さいやつの対比をいつも見せるんですけど。ここまで大きいものだと何用になるんですか？家庭用じゃないですよね。もううちは全部家庭用というか、ホームオーディオ用でやってまして、ちょうど90センチがソファーの座った高さって言われてまして、これもお客さんにこの高さがいいって言われて、このサイズを作ってたりするので、お客さんと一緒に製品作ってきたみたいな歴史がありますね。
空気の力で吸い付けてるんですよ、これ。吸い込まれるんです。本当だ。これでちょっとズレがないか見て。ズレちゃうと木型を変に削っちゃうんで、そうするとまた作り直しとかしなきゃいけなくなったんで、こっちを最初だけ見てます。中身の1枚目が終わりです。で、ここからこう同じことを繰り返していって、今から何の作業なんですか？このうちの R ドリ、丸く加工するんですけど、積層してもなんか平らにして接着したいんですけど、これがないとここになんか塗料が染みちゃってなんかかえって汚くなるんですよ。R を取るのが、一応うち
ではまあ綺麗になる方法の一つかな。これちょっとエアブロとかでゴミとか払ってこの後接着の工程に移ります。これはで中さっき側見てもらったと思うんでこの中、はい、7枚接着します。中側が終わってで次さっき向こうで見てもらった側板つけますね。やりますね。お願いします。はい。
はい出ました。なんかでかったっけ？これが今根さんが考えた。私買ったんですよ。音楽好きだったんで、で自宅でずっと聴いたんですよ。世界でこんなスピーカー、これしかないだろうと。コンクリート製のバックロードホーンなんて考える人もいないし作る人もいないし、なんとか世に出したいと。でうちも工場で工具とかを作ってても仕事としては楽しいけども、でもスピーカーだったらこんな夢のある商品はないと。自分でも楽しみたいし、綺麗な音楽、迫力のある音楽を再生するようなスピーカーをぜひ世に出したいということで、その先生に僕に作らせてくれと、うちで会社で作らせてくれということからちょっと始まったんですね。おいくつの時ですかそれは？私、はいまだ20歳ちょっとぐらいかな。そこからじゃあ今50年ぐらいずっと。そうですね。ちなみにどんな音楽が好きなんですか、長谷川さん？ボサノバとか、それからフォルクローレっていうんだね、コンドルが飛んでいくとか、ああいう曲、それから昔のカンツォーネとか、あと J−POP なんかの一時流行ったフォークソングとか、ああいう曲も好きです。ジャズもね好きですけどね。よいしょ。はいじゃあ社長お願いします。はい。削り物じゃない。ハンダとかを社長がしてるのはやっぱ大事な作業になるってこと？そうですね。ハンダするのは結構技術が必要なんですか？そうね、コツがね、よく溶かして芋ハンダ言うんだけども、団子になってこうくっつく時あるんですよ。あれはちょっとダメで、よく溶けてなくて、電気が通りが悪い。はい、取れた。はい。いいでしょうかね。はい、話します。はい。
合ってます。大丈夫ですよ。うんはい。じゃあ今日撮影一日ありがとうございました。はい、ありがとうございました。オーディオ作りのお仕事の醍醐味を教えてください。音がその時代とともに良くなって、それはやっぱりこういろいろ工夫があって、吸音材を変えてみたり、スピーカーコードの中のコードを変えてみたら音が変わったとか、三角形のピラミッドみたいな紙風船を作って入れてるんですけども、地元で作ってる和紙、手すき和紙ですね。でその三角の吸音材を作って入れてみたら、もうすごく音が変わって良くなったり、そんなとか工夫でちょっとずつ音が良くなってきてると。息子のアイデアなんですけども、音の流れるトンネルですね。そのトンネルの四角の音頭がぐーっとつながってるんですけども、その角をちょっと丸く取ったんですね。ほんの少しだけ角を丸くしたことによって音がまたガラッと変わったんですね。今1機種だけ機種を作ってるんですけども、音ってすごいちょっと変えただけでどんどんまだまだ工夫する余地があるなということで、感動できる音楽を聴いてもらいたいというのが目的なんで、そういうような工夫が、これで50年のやっぱり歳月をかけてちょっとずつ進んでるなということで。続けていく中で目標があればちょっと聞きそうですねたいんですけど。はい、海外比率をどんどん増やしていって、全世界の人から初広バックロードのスピーカーで音楽を楽しんでもらえばいいなということで。長谷川さんにとってこう最後の理想形、行き着きたい理想、これを最後教えてください。はい。はい、せっかく演奏者あれ歌手がうまく歌ってうまく録音してオーディオ装置を通してその思い伝えたいということがあると思うんですけども、オーディオ装置が力がないとせっかく心を込めて歌ったのが全然リスナーに伝わらないということがあると思うんです。演奏者の気持ちを最終的にリスナーに届けられるように、そういうスピーカーを作って感動を届けられたらなと思って、それが夢というかまだまだ先があると思うんですけども、感動できるスピーカーを開発していきたいなという思いで。今こう朝広のオーディオを使われている方に一言もらってもいいですか。そうですね、当社のオーナーの方ずっと楽しんでもらってると思うんですけども、本当にありがとうございます。初広オーディオはより生に近い音、生に近い声、演奏者あるいはボーカリストの気持ち
が、皆さんの部屋に届いて楽しんでいると思いますけども、ぜひこれからも初広で応援ください。ぜひ楽しんでください。よろしくお願いします。